こんにちは。こんにちは。本日は8月2日ですね、撮影日。はい、非常に暑い日が続いております。はい、今はちょっとね、うちの高木も水やりをやって、毎日ヘロヘロになりながらっていう感じでやっておりますが、夏はですね、いろんなちょっと課題が皆さんこの盆栽に関してあると思います。はい、その課題をですね、ちょっとずつ解決していくのも我々の仕事かなというふうに思いますので、あくまで我々のやり方ですけども、こういう時こうした方がいいよみたいな形で、夏の日の暑い期間を過ごす盆栽のやり方を違いますね。この夏い圧を乗り切る夏い圧を乗り切る盆栽の育て方をやっていきたいなというふうに思っております。なんか注意点と対策みたいなことですね。そうですね。はい、じゃあ傾向と対策を、やっていきましょう。はい、お願いします。本日でも今現在31度。気温計が33.5 ですね。33.5度。はい、日陰で 33.5 なので、日向は結構な気温いってます。もう夏っていうのは非常に温度と湿度が非常に高いです。はい、でまた非常に乾きが早くなると。そうすると非常に多くの水を回数上げないといけないんですね。その中で我々がよく動画にしているこの心拍たちとか、あとは五葉松とか、そういうものって非常に蒸れやすい状態になってるんですね。どんな盆栽でも蒸れやすい状態なんですけど、非常にこの木自体が多湿な状態になってしまっているので、中の方にちょっと見ていただくと茶色い葉っぱがポロ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 落ちると思います。これ生理現象で非常に自然なことではあるんですけども、蒸れが多いとですね、これが非常に多く出てしまいます。で多く出てしまうことによって何が起こるかというと、枝がどんどん間延びしていってしまうんですね。中の方の大事な芽が枯れて先端の枝だけしか残らなくなってくるので、どんどんこの腕の長い木ができてしまって、締まった印象でなくなってしまうんです。あんまり良くないってことですね。あんまり良くないです。ですのでこれをどうにか解決してあげないといけない。でそのためにやるのが、いつも動画でやってますが、ハスカシっていう作業が非常に大事になってきます。春から夏にかけて心拍や、その他木はですね、どんどん成長していきます。でそうすると葉っぱの芽がどんどん伸びていってですね、こんもりになっていくんですけど、それによって太陽の光だとか風が入りにくくなって、その中の葉っぱがどんどん枯れていくことになりますので、それを予防するために葉を透かしてあげて、間を空けてあげようっていうことで、いつもやっております。で今回はですね、その葉透かしをやっていくんですが、そんなのいつでもやってるじゃないかっていう話だと思います。でもう一個この木には課題があります。それが何かというと、愛好家の方から、引き取った木なんですけど、最後の植え替えから非常に時間が経ってしまっている。ですので全然水が入っていかないんですね。なのでこの暑いこの暑い夏はですね、水をやると神経を使ってしまうんです。何回も水をあげないといけない。他のやつだったら1日2回とか3回でいいのが、これだと3、4回とか1回多くなってしまったりとかっていう、ちょっと自分の中で怖いなと思うところがあるので、そういうのを解決する方法もやっていきたいなと思っております。じゃあまず早速ハスカシなんですけど、その前に茶色い葉っぱは全部取ってしまいましょう。ポロポロ落ちてくる。ポロポロ落ちます。これ戸屋にかかるっていう状態なんですが、正常なことです。でよく問い合わせとか、あとは買っていただいた方が実際にお店の方に来てですね、葉っぱが茶色くなっちゃったんですけど大丈夫ですかみたいなことを結構問い合わせいただくことが多いんですけども、この先端が緑で中が茶色になった状態であれば全然大丈夫なので、そこは心配しないでいただけたらなというふうに思います。ただ今年盆栽を始めたっていう方、急にこれになったら怖いですよね。そうね。なんかわかんないですけど、なんだろうね、お魚飼って鱗剥げちゃったとか、そんな感じに思う方もいるかもしれないですよね。ちょっとピンときてないですか？
だからさ、それぐらいじゃないな、このショッキングさで言うと、そうですね。これはね全然問題ありませんので取ってあげたいと。でただこれも多すぎてもあんま良くないんですよ。でなる原因っていうのが確実に2つありまして、1個は成長期っていうのがあるんですね。はい。でただもう1個はその群れとか、そういったその日照不足でなることも多いです。なのでそれを解決するためにハスカシをやるっていうことですね。逆に言うと、内側の芽を育てたいと思ってても、このハスカシしないと、それがこういう戸屋で落ちちゃうってことですね。その通りですね。この木で一番大事なところってどこだと思いますか？これはやっぱ差し枝がちょっと弱いんじゃないですか。弱いですよね。これですね。なんで弱いと思います？これは。やっぱ詰まってないですよね。それって考え方の一つで、これをマックスだと思えばなるほどいいんです。ということは頭が大きすぎるんです。頭をちっちゃくすればいいんです。そしたらこれが大きく見える。でも頭をちっちゃくするには何が必要かというと、この中の懐の芽が大事なんです。この芽を将来は頭にしていく、建て替えをするって僕ら言うんですけど、そういう作業をしていけばおのずと全体がちっちゃくなって、この差し枝も力強く見えてくる。なんかちょっと前の動画でやりましたね。でそれをやるためにはこの中の芽を枯れさせちゃいけないんですよ。この芽をとにかく大事にしないといけないっていうのが、考え方としてあるので、そのために全体にこの葉っぱたちに光が当たるように、風が当たるようにしていくっていうのが、ハスカシの考え方ですね。ハスカシは単純にですね、若干その軸が緑の葉っぱとか、こう連なっているんであれば、その間の葉っぱをちょっと取ってあげると、こういう感じで、ちょっと長すぎるやつとかも取ると、こういう感じでだんだん短くしていけばいいんです。だから先端だけボールがついてるみたいな。そうですね。玉っころをこういう感じで作っていくと。でもこの時に大事なのはこの枝ね、この葉っぱが大事。これを取っちゃうと、今度これが長くなりすぎた時にもう切るところがなくなって、この元で切らなきゃいけない。これがあることによって、今ちょっと切っちゃいますけど、こういうふうにこっちのもう一個の、頭というか、玉っころに将来の玉っころに作ることができるので、これ途中から出てる枝っていうのは非常に大事です。でもそれがありすぎても本当は良くないんで、例えばこういう場合ね、こういうところ、これは大事ですね。この元からこう来てるこの枝は大事。でもここに2個連なってますと。でどっちが強そうかなっていうと、多分こっちが強そうなんですね。こっち。でもこれ全体左右って作っていけばもっと綺麗な枝になるんで、今回はこっちを切る。そうすると左右で、今度左って今度なります。でここもちょっと大きすぎるんで切ってあげると。そうするとこの4つの玉っころができたっていうことになります。で将来これが長すぎるなってなったら、例えばこういうところで切るとかね、切ってみるとこうなります。詰める。でもっと切れるんだったらここで切ると。そしたらこれとこれが今度枝の先端になるので、枝自体が短くなるっていうことですね。これがハスカシのやり方。でさっき言った極端な作業っていうのをやったやつをちょっと今持ってきてみます。これ普通に、いい太めの心拍だなと思うんですが、実はですねこれぐらいありました、この間まで。1.5 倍ぐらいの幅りはあったかもしれないですね。ちょっと写真があると思いますので、後で、どうぞ。こんなに。もう本当にこれで何を行ったかというと、先ほど言ったこの懐の芽ですね、これが非常にこっちは充実して出ておりました。なのでもういいやと思ってここで切ってしまったんですね。こういう長いの切ってもう短いやつだけにしちゃった。そうすると今度はコンパクトに詰まってみる。でここから正直盆栽という商品、飾れるようになるまではだいたい最低でも
2年ぐらいはかかるかなと思いますが、それをしてあげれば非常にいい盆栽ができるんですよね。はい、やっぱこの幹の太さに対してのこの葉張り、そうすると非常にこの幹が太く見えるので、商品の飾りで主力級の木になる素材になるわけです。でただ先ほどのこちらの写真の通り、長い葉張りだと、詰めるのに結構な労力がかかります。針金を使って手繰っていったりとかすると思うんですが、時間はちょっとかかるかもしれないけど、絶対こっちでやっていった方が枝も短いのですごく綺麗な木になるんですね。なるほど。ちょっとごまかしの木になっちゃうので、あちらの長い枝を手繰った木っていうのは。なので、こういう極端な作業をやってあげるっていうのも一個手です。はい。ただこれも刃透かしっていうの？これはね、建て替えになります。ただこれをやる条件としては何かっていうと、この懐の目が充実してないといけないんですよ。なるほど。ある程度充実してないことにはできないので、やる木の状態っていうのが関係してきます。なので正直こういう状態の木ってある人とない人、はっきり分かれちゃうので、一般的にやるのはこの刃透かしっていうふうに覚えておいてもらえたらいいかなと思います。ただ条件さえ整えればこういう極端な建て替えっていうのもできますよっていう例ですね。頭だけとかだから例えば、これちょっと商品なので、はい、これ頭だけ剥げるのもちょっと嫌なんではい、このままにしますが、例えばですけど上のここだけ非常に出てるんですよ。なのでここまでも全部建て替えちゃうとかっていうのもありだと思う。もうこのサイズになるってことですね。そう。意外とね、この下も出てるっちゃ出てるんで、できなくはないですよ。ただやっぱ内側の芽を出すには刃透かしが必要だと。そう、刃透かししないとそれが、この成長が遅い、もしくは枯れてしまうっていう場合もあるので、そこを回避するために、この夏の蒸れる時期っていうのはしっかり葉を透かしてあげましょうっていうのがあります。これは心拍の強さならではの話ではあるんですが、五葉松も、黒松、赤松も胴吹きっていうのはしないことはないんですよ。なのでその時には同じようなやり方でちょっと透かしてあげるっていうのは非常に有効かなと思います。特に五葉松ですね。中の懐の芽は枯れやすいのでしっかり葉を透かしてあげる。五葉松も葉を透かす。ちょっと後でやってみましょう。はい。じゃあ早速やっていきますね。お願いします。ようやく8月2日にして黒松の駅開始です。黒松の駅追いついてないんですね。作業がちょっとギリギリなんですね。ギリギリなんですよ。今日これはないと収録できない。ぜひお願いします。ちょっと一部やってみたところ見てください。これこの辺比較してください。こっちとこっちで、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、でも奥側が見えるようになったりとか、この中のやつが見えるようになってますよね。こんな感じで全体を透かしていきます。はい、できました。心拍刃透かし終わりました。全体の中に芽を残しながらしっかり見えるような感じになってるんじゃないかなと思ってます。これだけやってあげればですね、蒸れも解消できますし、中にも風が当たりますので、先ほどのような茶色くなって落ちてしまうのを防ぐことができます。はい、最初に言ったこの課題のもう一つ、水が入りにくいっていうのを解決していきたいと思ってるんですが、これさっきの、これもね実際同じ人のやつなんですけど、これ全く水が入りませんでした。それを解決するために行ったのが、そのままスポッと抜いてですね、一回り大きい鉢に入れ替えてあげるっていうような作業をしてます。入れ替える、これは植え替えではなくてですね、根っこを崩さずにそのまま、移動してあげることですね。なるほど。やはりこの時期の、植え替えっていうのは非常に、リスクが伴います。植物上もですね、今まだ活発に動いている時期になりますので、この時期に根っこを動かしてしまうとですね、ちょっと枝が枯れたりとか、そういうリスクが多いです。そのために根っこを崩さずに一回り大きい鉢にスポッと入れることによって、今現状だと全然水が入っていかない状態なんですけども、周りに土が来ることによってその周りから根っこが水を吸ってですね、元気になってくれるっていうのがこのやり方になってます。なのでこれを実際やっていきましょう。
じゃあまずはこの鉢を抜きます。ちょっと変わった鉢が入ってるので、ね、スポット抜けるかは心配ですが、抜けないですね。抜けない。あ、ちょっとずついきそうですね。はい、抜きました。うわー、こりゃ水入んないよねっていうチョコレートだ感じですね。で、一応この辺の針金も見えてるものは取れれば取った方がいいと思います。はいはい、はい、若干これぐらいは切って大丈夫なので、このですね、この若干その黒っぽいもの、水が入りにくくなっちゃってるのは若干でいいので落としてあげると違うと思います。撮影をしてます。インスタグラマーですね。私のインスタはこちらです。どうしたぜひフォローお願いします。キルマさんのこれインスタこれです。はい。大体5号ぐらいになればいいかなと思ってこれぐらいを用意してみました。はい、でなるべくですね鉢も大きくなりますので、細かい土というよりかは若干粗めの土を入れてあげた方がいいと思いますので、少し粗めのやつで今回はやっていきます。下には、これぐらいもうふるった小粒の大きい方のやつですね。はい、はい、バーッと引いて、はい、でその次にちょっと細かいやつですね。これを入れてあげてググググで止めましょう。はい、ここもですねしっかり止めてあげましょう。ただスポットやるだけの方もいるんですけど、しっかりやっぱり止めてあげた方がですね根の成長も変わりますので、例えば風に煽られた時とか、あとは通常のその水やりでもこうやって木が揺れると思うんですけど、はい、その時に根っこが切れてしまったら意味ないので、しっかり根が定着するような感じにしていきましょう。じゃあつきます。ここはですね通常の植え替えと違ってもう周りに土があればいいという感じなので、下に若干隙間あるのでそこが埋まる程度つついてあげれば十分だと思います。通常の植え替えだと根っこがほどけてるのでその間にしっかり入れてあげようっていう話してると思うんですが、はい、これはもう根固まってるのでこんな感じかな。でここで、若干その水の乾きを抑えたいんであれば表面にだけ細かいやつを入れるといいです。はい、これですね。規格でいうと極小ってやつを、表面に、全体にのせると乾きが収まってあれなんで、こういう感じにまばらにやってあげると多少のその表面からの乾きは抑えられますので、ちょっと日中ずっと家出ちゃうよとかっていう方はこういうような対策をしてあげるといいです。あとは水苔とかでもいいんですけどね、水苔だと逆に保水しすぎたりとかもあるので、こういう土でちょっと細かいの入れてあげるだけでも全然変わってきます。これ根が詰まった他の樹種でも同じですか？全く一緒ですね。臓器も一緒だけど待てるんなら待った方がいいと思います。春まで臓器ってその何年も放置しちゃうみたいなのないじゃないですか、植え替えを。あるんじゃない？あるんだったら今やれるかもしれないけど結構その心拍とか五葉松とかって、何年も放置しちゃって極端にその樹勢が悪くなるみたいなことがあるんですよ。そういう時にやってあげたらいいかなと思います。ちょっとシーズン今年はいいかなと思って放置したけどやっぱりダメだったみたいな時にやるのがこの作業ですね。じゃあ水やりましょう。注意点、はい、もうホースはですね非常に熱くなっておりますので冷たくなってからあげましょう。熱いですか？熱い。今表面は若干そのさっきの細かい土が入ってますので細かい土目みたいに見えますが、中はほとんど粗い土なのでもう本当に水はけ最高ですよね。こんな感じでやってあげると適度なその乾きと、保水のこの交互の繰り返しによって根っこが伸びていきますのでいい感じじゃないでしょうか。はい、こんな感じが、植え替えの作業になっています。はい、どんな木でやってあげた方がいいかっていうと、例で言うと例えば
結構ねこれとかパンパンですぐ乾くんですよ。水がもう入らないよってやつは先ほどの作業みたいな感じでやってあげるといいと思います。さっき土鉢でやったんですけど、はい、土鉢ってあんまりその商品としては培養中みたいな見え方になってしまうんで、それが嫌だったらちょっとこれのこういう本鉢のちょっと一回り大きいやつに入れてあげるっていうのもやり方としてはありますが、できればこう培養に専念してあげた方が木としてはいいので、さっきは土鉢でやってあげました。はい、五葉松なんですけど、今の時期ですとだんだんこの去年の葉っぱがだんだん茶色というか黄色になってきてると思います。はい、これが元気な木であれば、多少やっぱり透かしてあげた方がいいと思います。それ古葉をね、でなんでかっていうとちょっと若干樹勢が弱い木っていうのもあります。ちょっと上にここにあるんですが、この木の状態で古葉を取ってしまうと一時的にやっぱり樹勢が低くなってしまうので、全体的にこの枝が弱くなって枯れてしまう可能性が高いんですね。でそういうものに関しては、残しておいた方がいいと思います。逆にこれほど強くなっている木に関しては古葉を取ってあげるといいかなと思います。のが内側から吹きやすいみたいな。ちょっと作業もしてみましょうか。実際にですね、この葉っぱを見てみるとこの長い黄色いやつ、これね一昨年なんですよ。これが去年ね。なるほど。でこれが今年なんですよ。なので、この木はですね3シーズン分の葉っぱがついちゃってる状態になってます。落ちないんですね。この葉鞘はねなかなか落ちないんですよ。で落ちる時はポロッとすぐ落ちるんですけど、それを待っていると中の方が蒸れて枯れて中の芽が枯れてしまうという可能性があるので、取れるんだったら取った方がいいよねっていうのがあります。まず一昨年の葉っぱは比較的簡単に手でポロポロ取れると思います。こういう感じでね。でもう一個去年の葉っぱですと取ったところがね若干このねヤニが出てくるんですよ。白っぽい。この程度だったら手で取ってもそこまでダメじゃないかなとは思いますが、もっと丁寧なやり方はこの葉っぱはここで切っていくんですね。こういう感じで。でだいたい1週間ぐらいするとここの切れ目から茶色くなっていきますので、ポロポロ手で取れていきます。このやり方とさっきの手で取るやり方何が違うかっていうと、なるべく木を傷つけないやり方っていうのがこのやり方なんです。ハサミで切るやつね。そう。やっぱりヤニが出るっていうことはそれだけこの芽にもストレスがかかります。でそれと同時にだんだんねこう面倒くさくなって何本も一緒に取ってっちゃったりとかもするんですけど、その時に近しいこの葉っぱ同士を一緒に取ってしまうとそこがごっそり皮がなくなって、ちょっとやってみようかな。わざとちょっと飛び出た枝、ここね。これが一昨年の。これはもう簡単に取れます。取れるでしょ。わざとちょっと何本か一緒に取ってみるね。去年のやつ。そう。取れますね、ちゃんとね。非常に元気ですね。ダメな例が作れない。綺麗に取れる。こういう時もあります。こういう時もあります。これはもう手で取っちゃっても OK。OK っちゃ OK。ただ一緒にごそっと取れちゃう場合があるので、どうしても見せたい。どうしても見せたい。結構大丈夫らしい。いやダメよ。ダメなんですよ。大丈夫。大丈夫そう。大丈夫ですね。8月は結構いけんのかな。そうね。ただより安全なのはハサミで切りましょうっていうのはあります。これはさっきの、この心拍の作用と同じで中にしっかり葉っぱを入れていきましょうっていうのがありますので、中に葉っぱをじゃなくて光をねとか風とかってことですね。っていう感じが五葉松の作業です。で特にですね五葉松に関してはこちらは非常に葉っぱが強いタイプの五葉松になってます。
ちょっと銀が強いって僕ら言うんですけど、ちょっと緑が濃いめの、白っぽい葉っぱの五葉松ですね。逆にですね、ちょっと弱い系の五葉松もあります。こういう系の黄色っぽくなっているやつですね。この辺はですね、若干弱めの五葉松になってますので、こういうのは寒冷車の下に入れてあげるとかやってあげるとより元気になってくるかなと思います。やっぱりどっちかというと標高の高いところに自生しているのが五葉松の特徴なので、この辺の平地の40度近い気温になかなか耐えれなくなってくる場合も多いですので、この黄色っぽいやつはちょっと強い夏の日は気をつけてあげるといいと思います。あとはですね、臓器類に関しては、こういうような我々だと、一昨年ぐらいからこのひらひらの寒冷車にしましたが、ネットのタイプでも大丈夫なので、なるべくこの日を、パーセントを下げてあげるような感じの環境を作ってあげるとよりいいです。そういうところにはこれ臓器類ですね。特にこのブナなんてちょっと今作り途中なんでボーボーですけども、これも山の奥の方の木なので暑さに弱い木ですから、こう寒冷車の中に入れてあげるといいです。であとはこの辺のスモモとかもちょっと、日が強くてちょっと葉っぱが落ちちゃったので、こういうのも今中に入れております。カエデとか、イワシデとか若干その日に強いのもあるんですけども、なるべくこういう環境に入れてあげた方がその小枝が出やすいんですね。ガンガンに日が当たってるともう植物ってあんまり成長しなくていいやっていう風になってしまって、どっちかというと守りの体制に入ってしまうんですね。なのでちょっと若干日差しをしてあげることによってどんどん芽をどんどん出してくるようになりますので、こういうのないじゃないですか。だから日中この時間だけ日陰になるとか。そうですね。僕よく言うのは西日を避けてくださいっていうふうに言います。やっぱり仕事行ってる方とか多いと思うので、一日中日が当たってしまうと木にとってもだいぶ乾きのリスクが出てしまいますので、西日を避けるっていう形でやっていただくと一番その近い日を避けることができて、水やりの時間もちょっと伸びるというか、あげないでいい時間がちょっと伸びるので、西日は避けていただくとよりいいかなと思います。あとはですね、水あげてんだけど、なんかところどころ枯れてきちゃったみたいな人がいるんですよ。これはですね、表面だけ水がいっていて中が乾いてしまっているパターンが多いです。あげたと思ってるけど浸透してないみたいな。その時はですね、だいたい3日に1回ぐらいはドブ漬けっていうんですけど、バケツないし水がめの中にブクブクっとつけていただくと気泡がいっぱい出てきます。それが収まるぐらいまで水を含ませてあげると、中の方に水が浸透して元気になってきます。ということで、私が想定するものはこのぐらいかなとは思ったんですけども、ちょっと今日やってるので、皆さんにも夏のちょっと課題、そういうのも聞いてみようかなと思ってます。ということで今日は夏にやった方がいい作業ということで心拍の恥ずかしと鉢替えを行いました。その他にもですね、いろんなやった方がいいことってあるんですが、まずはこれだけでもやっていただくと秋冬の心拍の成長、小拍類の成長に関わってきますので、ぜひ参考にしてみてください。じゃあちょっとよろしいですか。Excuse me。夏のちょっと不安なこととか課題とかありますでしょうか。夏の課題、水やりをちゃんとあげましょう。なんか不安なこととか。夏の不安なこと、いわば葉焼けとかですよね。葉焼けだから水の量が多分バランスだと思いますね。あと葉っぱの量と。なんか工夫してるポイントとかありますか。ジェイさんにお任せしてるんでお願いしてるだけです、水やりを。自分で育てる時のなんか工夫とかありますか。工夫とかだからやっぱり葉の数を少し減らした方がいい気がしますね。焼けちゃうんで、葉の蒸散が追いつかないから焼けちゃうんで、葉を少し減らすとかで、やっぱり水の量ですよね。どっちかというと臓器系のお話ですよね。そうですね。臓器系が特にですね、葉は柔らかいんで焼けち
と思うんで、今度またまあいいや、水やりの話をちょっとしようと思ったんだけど、次回予告。次回ね、すごい大事な話をしようと思ってるんだけど、ちょっと盆栽球呼べないかもしれないな、大事すぎて。そういうこと違うか、言えないか。じゃあ、そちらも期待して、はい、チャンネル登録して、はい、Please thumbs up Thank you ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you Excuse me。 Excuse me。夏ちょっと不安なこととかありますか？やっぱり水の管理ですかね。私当時園と親任せですけど。ここに預けてる人じゃん。やっぱり昨今のこの暑さでやっぱりこの水くれっていう、やっぱりね、命をつなぐってことは大宮盆栽もそうですけど、一般の愛好家もやっぱり水くれ困ってんじゃないでしょうかね。はい。そのためにね、ちょっと恥ずかしとか、そういうのがあるといいかもしれないですね。あと五葉松関連で言いますと、この夏場の植え替えっていうのにチャレンジしたこともあるんですけども、水を切らさなければいけるっていう見解だと思うんですけども、愛好家ですとなかなか常日頃お水をあげるってこと難しいと思うんで、朝夕の水くれぐらいの管理だったら植え替え、今の夏場の植え替えっていうのはちょっと控えた方がやっぱりいいですかね。以前も動画にしたことあるんですが、うちの初代ですねが夏の五葉松の植え替えっていうのをやっておりました。でやはり夏場この標高が高いところに自生している木なので活動が一回ストップするんですよ。そのタイミングだからできるよねっていうのが考え方としてあると。ただやっぱり鉢が温まらないと根っこが動かないので、しっかり外に出してあげて水をしっかりあげましょうっていう、要はその管理ができる方だったら大丈夫ですよっていうのがこのやり方なんですけど、一般の方だとなかなかその辺が調整できないと思うんですよ。であればなるべく来春まで待ってあげるっていうのが理想的かなとは思います。なるほど。はい。そこは無理せずが一番良くて、でさっきちょっとやったんですけど、こういうようなこの鉢替え、根っこを崩さないやり方であれば、五葉松でも問題はないかなと思いますので、そういう感じでやってみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。じゃあ最後に一つ、赤松と黒松目切りしましたよね。でちょっと自分の棚見てますと、芽が出てきたなっていう確認ができました。でもうその芽かきっていうのは今の時点でやるべきなんでしょうかね。はい、ということでこちらは次の動画でやってみようかなと思いますので、あと 1,2 週間後ぐらいにできたらなというふうに思っております。いい過ごしましたね。はい、じゃあ次回も乞うご期待ということで、乞うご期待。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。